さあ始まりました。皆さんよろしく。ノックアウト TV です。はい。今回なんですけれども、だいぶ夏も近づいてきて、っていうところなので、夏っぽいというか、夏場に入る、スポーツ、BMX とかスケートボード、そのカルチャーの私物を紹介していけたらなと思います。よろしくお願いします。お願いします。久しぶりですね、古着、私物。そうだね、割と久々かもね、私物に関しては。早速ここにかけてる T シャツと、このスニーカー、見たことある？これ。いやいや、ないっす、ないっす。もう年代も全くわからないです。どう？今見て、これ。いや、今っぽいっすよ。あ、ほんと？はい。ネオって感じする。ネオ東京って感じする。ネオ東京って2020年代だ。多分、アキラのそれってそうだと思うんだけど。これはね、そう、今っぽいって言ってくれたけど、80s なんだよね。1980年代。だから自分が生まれた年の、自分が小学生ぐらいの時のスニーカーに、当時、高校生とかさ、やっぱりこう、ユースカルチャーが盛んだった時のかっこいい先輩たちが履いてたような、そういったスニーカー。メーカーはリーボックのラッドっていうモデルなんだ。カラー展開も何色かもちろん当時あって、この配色もすごい好きでさ、ラッドっていう、名前を冠してるからその名の通り結構こう激しいというかさ、なんつうの、他と被らないようなそういったこうルックスにはなんか当時の履いてそう。あ、ほんとそうだね、はもろにやっぱり 80s だから、はだからそれに付随して同じそのレイト 80s とかさ、アーリー 90s ぐらいのアイテムをちょっとこう持ってきたんだけど、リーボックのスニーカー、自分らの世代だとさ、やっぱポンプフューリーとかね、当時、ガキの頃とか流行ってて、今もリバイバルでもう定番化してると思うんだけど、それより前の世代だね。このラッドとかエイリアンスタンパーとかさ、名作のスニーカーがあったりする。それこそこういったストレイドッグみたいなさ、スキニーに僕は合わせたいな。コンディションもいいし、俺こういう配色とか好きじゃん。はい。だからこれソールも死んでないし、結構こう当時さ、やっぱガチでやってる人ってトリックとかさするからボロボロになるじゃない、こういうスケートボードとか BMX スニーカーだから、この状態で持ってるってなかなかね、現像してるってなかなか珍しいと思うけど、もちろんこれが販売された時はもう俺は10歳にも満たないぐらいのクソガキだから、その頃に買ったっていうものではないんだけど、いろいろとこうカルチャーを触れていったその過程でやっぱ気になって手にしたっていう一足かな、ラッドに関して。そうじゃん、同じ年代やっぱバンズであればエラーとかさ、オーセンティックとかだったと思うし、これだからこれも面白くてさ、ここにこうシールのホログラムのステッカー、スカルなんだけど、これはスケートボードものだね。あとこういう多色刷りのちょっと自分っぽいこうスカルのねスケートボードの T シャツ、すごく状態いい。すごくない？この多色刷り。すごいですね。ボディはね、スクリーンかな、これスクリーンスター。これも発泡プリント。あとこういうね、アドバタイジング。店舗に飾ってたバンズだね。販売促進用のそれだよね、当時は。ディーラーさんで扱って。売り物ではないっていう。じゃあ T シャツも、古着屋さんに立ち寄って、そういう背景を知ってたから、気になって手に取ったって感じ。T シャツはそうだね、こういうほらモンスター系とかさ好きじゃん。年代も俺ほら見たらわかるし、こういうのって本当ないの、いわゆるパウエルとかさ、ああいったスケートボードのメインストリーム的なアイテムとはちょっと一線を画すところだ。こういったところもっとこうドープというかマニアックというかさ、
まあ、そういうとこも自分的には好きなんだよね。幅広いっすよね、兄貴のその好みというか好きになるものって。そうだな、まあ自分の中では一貫性があるんだけど、まあ幅広いのかもしれないね。何でも好きっていうわけではないからさ、だからちょっとこういうモンスターっぽいやつとかさを T シャツに関しては自分のカラーが出るかなと思って、まあラットと同じ年代だし合わせてこう私物紹介として今回は持ってきてみたって感じかな。ストリートとなんだろうハイエンドの境界はないっていう感じで、やっぱ自分で着てきたし見てきたから、まあ、そういう普通の感覚なんだと思うけど。80年代だったら80年代のその時代、90年代と90年代その時代のアイテムにやっぱロマンを感じるとする感じ。まあ原体験だからじゃないかな。それが一番いいとか別に言うつもりもない、今は今でいいのがあるから。ただ私物となるとやっぱ必然的にそうなってくるからさ、まあ今後もしね新しいアイテムを何か買うことがあって、今の年代に生まれたそれっていうのがやっぱりあって、それを紹介したいっていう時も来るだろうし、なぜそういうのを紹介したいかって言ったら、自分で今やこの2020年代にさ自分でものづくりをしてそういう表現活動をしてるわけだから、やっぱそこのピースもないと説得力はないと思う。だから古いものがいいとかさ、古いものが絶対だとか、そういう至上主義では全然ないだけどね。ただ新しいものでもこう惹かれるっていう部分はやっぱり何かで伝えてきて、自分でものづくりをしている以上というかさ。スケーター BMX 系なんで好きなんですか？カルチャーだよね、一言で言うと。カルチャーとか自分の原体験じゃない。若い頃に例えばこういうデッキを組んでみてさ、怪我しながらやってたそういう原体験とかじゃないかな。やっぱ惹かれるのっていろいろあるじゃん。例えば音楽はこうだったとかさ、実際にチャリンコ乗っててこうだったとかさ、パークでスケートボードしててこうだったとかさ、バイク乗っててこうだったとかさ、いろんな惹かれるところはあると思うんだけど、今の自分をこう形成してきたやっぱそれが遊びであれ学びであれ一つだからっていうことだと思う。何も難しくも何ともないんだけど、聞かれるとそう答えるかな。自分にとっては当たり前なんだけど、まあ見る人によってはさ、やっぱ見たことないとかなったらマーシーが聞いてくれたようなね質問してくれると思うし、だから例えば客観的に自分のそれっていうのを紐解いていくと、まあ、そういうことをこう伝えるのかな。僕なんか別にその原体験がどうのではなくて、雰囲気で買ったりイメージで買ったり、先行して買うので、これいいよねって言って調べてたらこういう背景だったって言って、その当時の背景とかを好きになったりするかもしれないですけど、兄貴はもう当時それを経験して遊んできて、で今でもその体験があったからそうだねっていうなんかすごい説得力があるし、刷り込まれてるよね、どうしたって。だから今こう例えばバンド T シャツもさ、若い子よく着てるじゃん。いろんなグラフィックのさ、かっこいいバンドのバンド T シャツとか着てるじゃん。でもそのバンド聞いたことあるのとかよく言われるじゃん。でもかっこいいから着てる、それでいいと思うんだよ俺は別に。でも自分たちの世代はやっぱりそれを聞いてて実際に好きで、そういうこう本当にこうそのバンドが好きで、だからそれを着るっていうのが当たり前だったから、かっこいいから着る以前の着方をしてたっていうか、それが当たり前だったんだよね。ただそれが今はやっぱこう時代とともに変わってるだけだと思う。それが別に俺は悪いと思う全く思ってない
かっこいいから着てんでしょ、あ、いいじゃんって思うよ。知っててちゃんと聞いてて知っててさ、着なさいよとかさ、おっさんたち言うと思うんだけど、別にそんな気にしなくていいよと思うんだよね俺は。まあまあそうですよね。まあでもシンプルに兄貴は経験豊富っていうことで、好きだったらさ、必然的にこうなると思うんだよね。わかる？かっこいいからただ着る。その衝動がすごい大事だけど、じゃあなんでかっこいいのかっていうのが前提に来てたと思うさ。ただそれだけ。まあ自分たちはそれが普通だったからね。そうですよ。だけだな。まあだからそういう私物をこれからも紹介していけると思うから、まあ折を見てね、また何かお見せできたらなと。まあこういうアイテムとかも兄貴の今後のファーストラストの一部分には担っていくだろうし、関わっているというか兄貴のそうだね。ピースのそうそうそう。一つですよね。そう面白いですね。そんな感じだね。まあこのカテゴリーはそうだな、まあ、ステッカーとかはねご紹介してたかもしれないけど、まあ久々ねBMX 家に眠ってたりするからちょっと組み直して乗ってみたいなっていう気持ちもあったので、こういったところご紹介させていただきました。そんな感じでね、今回は私物紹介、まあ、年代でいうと 80s かな、アイテムを一度に返してお見せした感じです。コメントもまたお待ちしております。よろしくお願いいたします。それでは失礼します。